はい、皆さんこんにちは。滝チューバーの竹取です。今日私がですね、手にしてますのはご存知竹炭です。叩くとですね、キンキンキンと金属のような音がしますが、高温で焼き上げてた竹炭ですけどね、この竹炭を、微粉末にして作ったのがこちら、竹炭の塗料になります。今日はですね、ちょっとこの竹炭塗料、実際ちょっとこの板に塗ってみたいと思ってるんですけど、一番の特徴はね、竹炭の粉結構入ってますので、今回は少量ですからこうやって棒で混ぜてますけど、こういった大きいやるときはね、ほんと機械の攪拌機でしないといけないぐらいこうガッチガチに固まります。でよくですね、これ攪拌してもらってから使わないかんのですけど、塗ってみたいと思いますよ。結構ね、黒いね、いい感じの色じゃないかと思うんですけどね。こういう風にね、だんだん塗っていくんですけど、一度ですね、新築の住宅には床下の竹炭を入れたんですけど、竹炭入れる前にコンクリートの基礎の部分で竹炭塗料をバーッとこういう風に塗ったことがありました。こういった板もいいし、コンクリートやプラスチック、そういったものにも結構これ塗れますんでね、本当誰でもこう簡単にできるっていう感じのものです。はい、ということで一度ね、最初の一度塗りは完成ですね、これで。これで30分とか1時間もあればね、十分乾きますんでね、一度塗りをして完成という感じなんですけど、1回はまずこれで終わりです。はい、大体乾いたんでです、2度塗りを始めたいと思います。この竹炭塗料はですね、これ15リッター入りなんですけど、2度塗りで15粒ぐらい大体塗れるような形になってます。一度塗った上をですね、乾燥させて、こういう風にですね、また塗っていきます。誰でも簡単にですね、塗っていきますよ。広い壁面とか塗るときはですね、ローラーなんか使っても綺麗にムラなく、初めての方でも塗れるんじゃないかなと思います。はい、大体こんな感じでしょうか。これでですね、1時間ほど置いたら完成です。はい、いかがだったでしょうか。竹炭塗料をね、ベニヤ板の方に塗ってみたんですが、意外とですね、通りも良くて簡単に塗ることができまして、割と乾きも早くてですね、冬場でもほんと1時間ぐらい置いとけばもう乾きますので、2回目を塗ることができるような形で、作業効率も非常にいいんじゃないかなというふうに思います。竹炭っていうのはですね、シックハウスの原因になるホレアルデヒドの収穫とかにすごい優れてると言われてて、壁紙の下なんかに塗って、その上に壁紙をされる方なんかも多いみたいです。ぜひですね、お試しいただきたいなと思ってますよ。ノーパックノーライフ。